Okay, today's title, Live with your wish. Here we go. Hi, hello, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic, 願いの中に生きるです。じゅこちゃん、よろしくお願いします。お願いします。はい。今日この収録してる日がちょうど、ニュームーン、新月なんですけど、なので、この願いのことについて話そうかなと思っています。はい。で、今までいわゆる地の時代って言われてた時代が200年約200年ぐらい続いてきたんだけど、なんか願いの中に生きるっていうよりもなんか、やらなければならないことっていうかさ、はい、例えば生活のためにとかお金を稼ぐためにとか、家族を養うためにとか、なんか地位をキャリア上げるためにみたいな感じのところですごい忙しい200年間ぐらいがずっと続いてきたので、はい、なんか願いを考えるっていうことをあまりするような流れではなかったんですよね。でもその中においてもやっぱ目に見えない力とか、もっと自分の願いとか自分の理想を叶えていきたいと思ってる人たちは月に一度そのニュームーンの日に自分の願い事を書くっていうその一つの儀式みたいなリチュアルみたいなのをやってる人もいて、それは日本でも海外でもやってる人はやっているって感じだったんですけど、はい、で私も初めて書いたのが2006年7年ぐらいかな。なので13年ぐらいはずっと書き続けていて、もちろん書いたことが全部たくさんの具現化してきたことは本当に実体験としてあるんだけど、でも最近ね、もう去年ぐらいから新月は特別だから願い事絶対書かなくちゃっていうスタイルじゃなくなっちゃったんですよね。で、理由はもう新しい、風の時代っていうものが去年の年末ぐらいから始まって、なんかエネルギーが本当に全然変わったので、毎日願い事の中に生きるんだよねみたいな、そういう感じになったんですよ。そうですよね。私、今までは、願い事とかね、言ってるのを聞いたりしても、私はそんな願い事考えてるほど暇じゃないんだよって思って。私はもう日々のスキルアップに忙しいからみたいな。めちゃくちゃ知のエネルギーですね、それ。頑張ってたんですけど。で、ちょっと頑張ってきたことに無理が生じてきて、今はそうですね、そういうものを一つずつ手放して、自分は何を願っているんだろうっていうのを随分考えられるようになったこの頃ですね。多分ね、今そういう人たちが増え出してきてるはずなんですね。あれ、私って本当は何を願ってるんだろうとか、何を求めているのかなみたいなことを一旦足を止めてこう考える。考えることでもこれ本当はないんだけどね。願いってなんて言うんだろう。考えるんではなくて感じたり、こう自然なものなんですよ、本来は。そもそも自分が何をしたくてここに来たかっていうのをもともと持ち備えてここにみんな来てるから、本来は知ってるし、これをやりたいっていうのはあらかじめ決めてきたことでもあるので、願いを考えるっていうよりは思い出すとか、私これやりたかったよねとかさ、なんかその出来事を思うとこうすごいこうなんていうの、胸が熱くなるとか、やっぱりそういうことなんですよ。そうだから胸が熱くなるようなものが本来自分がやりたかったことだし、
やりたいからそれを思い出すことでこう胸からなんていうの感動っていうか、私これやっぱりやりたかったなっていうのが湧き上がるみたいな感じなんですね。だから風の時代に入ったら多分そういう感覚をもう一度、取り戻すというか、今みんなが取り戻そうとしてるか、もうすでにそれに気づいてそこに着手してる人もいると思うし、はい、まだまだそこまで達してないけど、もう今までのやり方は明らかに違うよねっていうところまでは感じてる人が多いんじゃないかなと思うんですね。だから願いの中に生きるっていうのは、私からすれば、それがナチュラルな状態だと思うんですよ。確かに自然体に戻った状態かもしれないですね。その人の魂がそもそもそのナチュラルにその純度がとても高い状態がイコール願いの中に生きているっていう状態だと思うので、でもその地の時代はそれどころじゃなかったから、頑張んなきゃいけなかったから、十五ちゃんみたいにもうその願いなんて考えてる暇なんてないんですみたいな、っていうそのエネルギーの中に私たちはずっといて、いよいよそこから今本来の自分に戻るっていう言い方も言えるんだけど、願いの中に生きるイコール本来の自分に戻るみたいな感じですよね。確かに、確かにその、自分の願いってなんだろうみたいな、その思い出す作業とかを、していったら、なんかね、まだ何も始まってるわけではないけど、なんかね、ほっこりするっていうか、心があったかくなるっていうか、そんな感覚がありますね。そうですよね。で、そちらが本質だし、真実であるっていうか、本当の自分に戻ってるサインだよねってことです。そのことを思ったり、その自分に元に戻るっていうか、自分のぴったりとしたものに戻ろうとすればするほど、穏やかに軽やかにほっこりするみたいな。なので、その願いを考えましょうっていう、今までほら、頑張んなきゃいけないから、頑張るのをやめて、その日だけどうにか願いを考えなければならないみたいな。またそこもね、なんかこう、義務感で。なんか願いを考えることすら、なんかこう、ハフトゥー的な。頑張らねば、みたいな。なんかそういう感じの、時代だったんだけど、もう、なんていうのかな。願いをね、なんか、私ずっと願い事ワークをみんなに教えてきた時代が、まあ、長くて、願い事を考えるときにすごい面白い特徴が、みんなね、こう、叶わないことへの恐れ、なんかその求めて、そうならなかったら嫌だから、その、比較的叶いそうなことを書くっていう感じだったんですね。求めて手に入らないことってすごいちょっと苦しいじゃん、期待してるのに。そうですね。あとそういうワークってシェアする時間があったりするじゃないですか。その時になんかこれはちょっと大きすぎてみんなの前で言えないとかこれは叶わないかもしれないみたいな。で、すごい小さく見積もって、こう、ちっちゃく書くみたいな人もいて、もうそういう習慣っていうか癖づけがされてるので、大きなこと言わないとか、嘘をついちゃいけないみたいな。やっぱり有言実行でなければならないみたいなさ。そういう、そう厳しい感じのエネルギーが強かったので、願いをなんていうの思うって自分の願いに思いを馳せるって、自由じゃないですか本来。そう、安代さんの、こんなことしたいあんなことしたいって聞いてるとこう、結構イマジネーションだったり思いつきでいろいろ言っ
て、多分それを言語化するとか誰かに聞いてもらうというプロセスを経て、だんだんなんか自分の中でやっぱりこんな感じかなとか具体化しているような感じがするんですよね。でそれってなんかちょっとある側面から見るとなんか相手違うことやってるって嘘つきじゃんってなんか制約もないんだけれども、なんかそのぐらい気軽に言ってちょっと微調整したりとか、なんか安代さんの中でされてるのかなと思うんですけど、言うだけ言ってどうなるかはもう委ねてるんですよね。自分はこうしたいし愛したいしこんな感じになりたいしあんな感じになりたくてとか言って、そこをまとめ上げていくのは私の仕事ではないので。なるほどなるほど。はい、そっからはもう領域が違うんですよ。そっからは手を出さないっていうやり方をするから。もう委ねてるっていうことなんですね。そうそう。だからイマジネーションは自分でするけど、クリエーションはクリエイターに任せるんです。クリエイターっていうのは、私が考えるのは神様でもあるし、この世界を作られた人、っていうクリエーションクリエイターに委ねるっていうやり方を毎回するから、何がどうなるか毎回分かりません。でもそれでよくて、だってそれが自然の目に見えないものとともにクリエイトしていくっていう共同創造につながってくるから、そういう感じでみんなも自由に発想して、もう何を求めても、どんなイマジネーションしても本当にいいわけだから。確かに確かに。そのイメージをしてる時の安代さんってなんか子供みたいですもんね。なんかその制限がないというか、こんなこと言ったら恥ずかしいとか、そういう大人のそういう変な裏はなくって、なんか素直にあんなことできたらすごいみたいな感じで。そう、ずっと喋れるよね。ずっと喋れる。で、それをみんなが今やった方がなぜいいかというと、基本的に風の時代っていうのは自分のイマジネーションしたことが具現化するっていうそういうエネルギーが純粋に強いエネルギーになってるので、だから自分が思い描いた通りになる可能性が高くなってきてるんですね。ってことは、どんなに風の時代が自由でいろんな自由に軽やかに何でもできるみたいなエネルギーだとしても、自分がそれをイマジネーションしない限りは何も起きないんですよ。だからなんかすごいエネルギーがそういう具現化できる、自分の思い描いてたものが具現化できるよって、風の自由な時代だよって言っても、本人がなんていうの、何もそこにエネルギー注がなければ、この力って何にも使えないし、何も変わらないんですよ。だから風の時代に生きながらなんかブツブツ私はどうせダメでみたいな感じで生きてる限りは、この風の時代のこの力を使えないから、だからもっと自分自身もこの自由なエネルギーそのものになっていくってことがすごい大事になってくるんだよね。だから子供のように何でも、子供ってほら怪獣になりたいとかさ、スーパーマンになりたいとか、なんかいろいろ言うじゃないですか。それぐらいの感じを自分の中にもう一度取り戻していくっていうのが大事かなと思います。でそれを自分自身がなんていうの、こういう感覚になるってこうしなければならないとか、言ってできなかったらどうしようとか、そういう古い考え方とか今までの自分の常識的なものを外していかない限り、自由な発想ってそこに
いけないんですよね、どうしても。うん。うんうん。そんなこと言ったらダメとかさ。うんうん。うんうん。なので、この願いを自由に、願いの中に生きるっていうポイントとしては、願いの中に生きれるには、まず、その願いを自由に考えさせてあげることをさせてくれない自分を手放していくってことが大事になってきます。うん。うん。なので、自分自身を自由にさせない自分の考え方っていうものがまだ中に、まあ、ある人は結構あると思うので、うん。ここを取り除かない限りは、さあ自由な発想してくださいって言われても言えなかったりするので、うんうんうん。まあ、先に、思考の制限みたいなことうん。ですよね。うん。そう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 。そっちを先に外すっていう方が、まだこの時期、もう少し大事かなっていう感じはしますね。うんうん。うん。もう全然そんなのなくて、その自分がこうなったらいいな、ああなったらいいなって本当に自由に、うん。クリエーション、イマジネーションできる人はいいんだけど、なんかこう、そういうことを言おうとすると、こう、言葉が詰まるとか、はいはい。うん。なんかどう思われるんだろうとか思うような感じとか、うん。うん。なんかグッてこう自分の中でこうそれを自由にさせないようにしてる自分みたいなものがいるんであれば、先にそれをその解放させてあげる方がいいんじゃないかなっていうふうには感じますね。そうですね。うん。うんうん。でも本当にこの2021年からこっから10年間って間違いなくそのイマジネーションたくさんした人の方がびっくりするぐらい自分が望んでいるその願いを具現化できると思いますよ。そうですよね。うん。なんとなく私もそういう風なエネルギーに変わってきているということは体感としてうん。ちょっと感じつつあります。ね。うん。なので、まあ、それを、そうだろう、そうだったらやってみようって思ってくれたら、うんうん。ぜひ、その、自分のね、その自由に発想できる準備を整えるというか、うん。うん、やってみてほしいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.